ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。不穏なタイトル多くない？早速確認しよう。私の父方の実家は人里離れた山中にあり、祖父母が暮らしていました。祖父は石屋と呼ばれる仕事をしていて、村の墓石や石碑は全部祖父が作ったものだと聞いています。祖父は自分の腕をとても自慢に思っていたようで、遊びに来た私たちをよく散歩に連れ出しては、作品を見せて回っていました。中学生の夏休みに、久しぶりに、祖父母のところへ帰省した時のことです。家の離れに新聞紙が敷いてあり、その上に見慣れない小さなお地蔵さんが置いてありました。私が祖母にこのお地蔵さんは何かと尋ねると、村の商工会議所近くにあるお社の中にあった、お地蔵さんなのだそうです。村の高齢化に伴いまともに管理がされていなかったせいか、確認しようとした際にお地蔵さんの腕が割れてしまい、それを見た祖父が修理のために許可を取って、自宅に持ち帰ってきたとのことでした。私は祖父の仕事を見たことがなかったので、その様子に興味津々となり離れ入り浸りました。祖父はお地蔵さんを丁寧に乾いた布で拭き上げ、欠けた破片も同じように丁寧にきれいにしていきます。お地蔵さんの左腕はすでに欠けて地面に落ち、右腕もひびが入って今にも取れそうな気配です。右腕を補強するか。そう言って祖父は接着剤のようなものを作り、それを塗ろうとお地蔵さんを持ち上げた時です。ビシッという音とともに、お地蔵さんの腕が外れてしまいました。思ったよりも痛みが激しいから、セメントで固めた方が良いとのことで、そこで作業は終わりになりました。その日の夜から、祖父の様子がおかしくなりました。ずっと右肩が凝ると言い出し、違和感を感じるのか常に右肩を回しています。肩が凝ったなんてセリフは、祖父から初めて聞いたと祖母は言っていました。次の日、祖父の様子がさらにおかしくなりました。右腕の感覚に違和感があり、動かしづらいというのです。心配した父が祖父を病院に連れて行き、いろいろ検査をしてもらいましたが異常は見つかりません。しかしその後も悪化し、とうとう祖父は、右手の指先まで痺れで動かせなくなりました。さすがに明らかな異常があるということで、再び病院で脳梗塞の可能性なども含めて、検査してもらいましたが、それでも異常なし。祖父がそんな調子でしたので、お地蔵さんはすっかり忘れられていましたが、数日経った頃に祖父が、お地蔵さんをそのままにしておくのはかわいそうな。と言い始めます。仕方がないので、私と父が祖父から指示を受けながら、お地蔵さんを修理しました。お地蔵さんの取れていた両腕はきちんとつき、元の形にはなったので、元のお社にお返ししました。するとその日の夜、祖父の右腕が何事もなかったかのように治り、動くようになったのです。私たち家族は驚き、祖父の右腕の異常は、お地蔵さんのたたりが原因なのではと話題になりました。お地蔵さんが祖父の行為を勘違いし、傷つけられたと勘違いしたのではないかというわけです。その後、きちんと修理して元に戻した結果、お地蔵さんの怒りも解けたのだと思います。あくまで憶測でしかありませんが、そうとでも考えなければ祖父の異常は説明がつきません。この出来事以来、なんとなく私は、お地蔵さんを怖いと感じてしまいます。村の荒れたお社から壊れかけたお地蔵さんを、親切心で持ち帰って直そうとしたのに、その夜から体調が激変しちゃうなんて理不尽。医学的な検査では全くというほど、原因が特定できなかったのがポイントだ。お地蔵さんの割れていた腕の場所と、おじいちゃんの動かなくなった右腕が、ぴったり一致してるのは、偶然なの？地蔵視点で見てみよう。人間の勝手な都合で体をいじくり回され、
姉妹には体を破壊されたんだ。そんなつもりじゃないのにね。神仏のエネルギーは純粋すぎるからな。悪意のない人間の行動さえも、時に不敬な攻撃として跳ね返してしまう。その後、おじいちゃんの指示で、みんなで直せたからよかったね。完璧に修理されたことで、ようやく怒りの呪縛を解いたわけだ。こちらの理屈が通じない異界の存在を扱うのは、どれだけ難しいことなのか、よくわかる事例だった。我々の真心はエゴでしかないんだ。でも、直してくれてありがとうって、私なら伝えたいな。私は友人の依頼で、空き地の樹木の伐採をした時がありました。友人の話では、近々大きな工場が建つため、駐車場を作るのだと言います。私は樹木伐採業を個人で営んでいましたから、気を利かせた友人が仕事を回してくれたのです。その友人は高校の頃からの付き合いで、この辺りで地主をしている家柄でした。家業を継いで、今では家賃の入金確認や、物件管理の手伝いをしているようです。伐採を頼まれて現場作業をした時はまだ5月でしたが、異様に暑くて真夏のような炎天下だったことを覚えています。流れ出る汗をタオルで拭きながら伐採をしていると、目の端に一瞬、少女のような姿が見えた気がしました。ですが周囲を確認しても、誰一人姿は見えません。暑さのせいで頭をやられたかな。なんて思いながらも、私は作業を続けます。大きな樹木でしたので伐採には数日かかりましたが、予定通りに完了できた後、私は友人と居酒屋で飲んでから、一人暮らしのアパートに帰宅しました。体の疲れもあったのか、明かりをつけたまま、ベッドで横になってくつろいでいると、いつの間にか寝てしまっていたようです。ふと夜中に目を覚まして、水を飲もうと、キッチンの方へ向かった時でした。部屋の照明が急に明滅し、異様な寒気に襲われました。そして部屋の隅に、突然少女の姿が現れたのです。見た目は小学生くらいでしょうか。うつむいていて顔は見えませんが、あまりの驚きで私は何も反応することができません。どうして切ったの？そう少女は言いました。私は何のことかわからず、聞き返すのが精一杯です。どうして木を切ったの？その言葉を聞いて、私は伐採の時に一瞬だけ見た気がした。少女のことを思い出しました。夢かとも思ったのですが、私の意識ははっきりとしていて現実感もあり、冷や汗が全身から溢れ出てきます。私は何か、やってはいけないことをしたのか、あれこれ考えるものの、どうすればよいのかわかりません。俺は、友達に頼まれて、ただ切っただけなんだ。恐る恐るそう答えると、少女は、わかった。と言って、パッと姿を消しました。一体何だったのか。とりあえず水を飲んで気持ちを落ち着かせ、布団に潜り込みますが眠ることができません。それでも次第にうとうとし始めた明け方頃、突然電話が鳴りました。それは私に木の伐採を頼んだ友人からでした。今からそっちに行くから、家で待っていてくれ。友人の普段とは違う様子に、私は先ほど自分の身に起きた出来事と関係があるのだと直感しました。いても立ってもいられず、私はアパートの前で暇を潰して待ちます。しばらくすると友人はその親父さんと一緒に、自動車で私のアパート前に到着しました。運転は親父さんがしていて、友人の方は後部座席に真っ青な顔をして座っていました。私が車へ乗り込むと車はどこかへ出発し、移動中に友人から何があったのか聞き出します。友人の話によると、ふと目覚めると枕元に、見知らぬ少女が立っていたのだそうです。あなたが木を切ったの？どうして切ったの？少女の顔は影になって見えなかったそうですが、口調からただならぬ気配が伝わってきます。羽を着て父親の部屋へ逃げ込み、
出来事を話すとすぐに何かを察した親父さんは、部屋にあったお札を持ち私の家へ向かったのだそうです。これからどうするのか親父さんに尋ねると、神社で神主さんを乗っけて、木を切った場所で、お祓いをしてもらうと答えました。道中で神主さんを車に乗せて話を聞いてみると、樹木などの自然には稀に精霊が宿ることがあるのだそうです。特に長い年月を経た者にはその傾向が多いそうで、何の断りもなく伐採などで環境を変えてしまうと、行き場のなくなった霊が荒ぶることがあるのだそうです。今回の場合、私が切ったあの樹木には、精霊が宿っていたというわけです。友人の親父さんは、長く地主をしている経験から、ピンときたのだと言います。樹木を伐採した場所へ私たちが到着すると、神主さんは手際よくお祓いを行い始めました。その時は恐怖というよりも、魂が宿っていた樹木を仕事という理由で、なんとなく切ってしまったことへの罪悪感が強く、私は一生懸命手を合わせました。完成した駐車場の一角には、私と友人の計らいで、当初の予定にはなかった樹木を植えさせてもらいました。あまり信心深い私ではありませんが、この件以来、どんな木を切る場合でも、事前に祈祷を欠かさず行うように心がけています。夏の暑さの中で女の子の幻影を見ちゃうなんて。私だったら熱中症や幻覚を疑うよ。しかも夜中に再会するなんて。静かに、明確な拒絶がわかるほどに。問い詰めてこられても、語り手は困るだろう。なんせ、依頼されただけなんだから。説明したら消えてくれてよかったけど。素直すぎてびっくりしちゃったよ。翌日からの展開が早くて生々しかったな。長くその土地を守ってきた地主だからこそ、精霊の怒りの恐ろしさを直感したんだろう。より代を失った強大なエネルギーが、少女の姿を借りて荒ぶる生き量と化したのかもな。急いでお祓いをして、すぐに対策したからこそ、なんとか収まったみたいだね。アルトがよく言ってる自然に対する敬意、かな？そういうことだ。重機で簡単に環境を変えられる現代だからこそ、目に見えない先住者への祈祷を怠れば、家計ごと潰されかねないたたりに発展するんだ。この話は、およそ35年前に起きた出来事です。私の母方の祖父と祖母は、とある地方の農村で生活をしていました。農業を営んでいましたが、高齢に伴って、祖母の体調は悪くなっていき、病院で精密検査を受けたところ、悪性腫瘍が発見されて入院することになりました。すでに病状が進行しており、助かる見込みは低かったようです。祖母が入院してから10日後、主治医から、成功する確率は低いですが、手術をやってみる価値はあります。と言われ、家族で手術をするか否か決断することとなりました。そこで親族が一堂に会して話し合ったのですが、その場に祖父は現れませんでした。祖父は、お前たちで相談して決めてくれ。俺はどちらでもいい。とだけ伝え、なんと祖母の病状については、無関心を貫いたのです。結局、祖母は腫瘍の摘出手術を受けましたが、腫瘍を取り切ることはできませんでした。そして6月の下旬、午前6時頃に息を引き取りました。祖父は祖母が入院している間、一度も病院へ見舞いに行くことがありませんでした。なんとも薄情な話でありますが、それほど二人の夫婦仲は冷え切っていたと言えるのかもしれません。祖父は私の母親から、先生から来とくと言われたよ。会える最後だよ。と電話連絡を受けても祖母の病室へ来ることなく、臨終にも立ち会いませんでした。祖母の遺体は祖父との自宅に帰ってきました。翌日には通夜があり、翌々日に告別式があったのですが、祖父は回葬者に挨拶を述べるだけ。火葬場にも行きませんでしたし、納骨するためにお墓へ行くことすらしません。
私は子供ながら、本当に冷たい人間だなと思ったものです。それから、祖父の様子がおかしくなりました。当時、私の自宅は祖父の家から、自転車で15分程度の距離にありました。祖母が亡くなってから祖父は一人暮らしとなったのですが、我が家へ頻繁に電話がかかってきます。最初は昼間だけの連絡でしたが、次第に皆が寝静まっている早朝にも電話するようになって、私たちにとっては迷惑な話です。しかもその電話の内容が、ばあさんが寝た。というものでした。電話が来るたび、母は、何を言ってるの？幽霊なんか出るわけないでしょ。寝ぼけてるんじゃないの？と祖父をあしらいます。それでも祖父は、絶えず電話をよこすのです。休日に、母親と私で祖父の家へ遊びに行ってみました。祖父は青ざめた表情で、おい。昨日もばあさんが寝たんだよ。と言ってきます。私は、またか、と少しうんざりしたのですが、そんな態度を感じ取ったのか、祖父は私たちを寝室へと連れて行きます。寝室は周囲から襖と障子で仕切られているのですが、祖父は、夜中に人がいると思って目を開けると、そこの障子の向こう側にばあさんの顔が見えるんだよ。と説明します。はっきり見えるの？母親が尋ねると、祖父は、はっきり見えるんだよ。俺を恨んでるような目つきで、じっと見てるんだよ。と怯えた様子で答えます。私と母は、これは本当に出たのだなと感じました。そんな祖父を見て母は、お父さんは昔、羽振りのいい時にたくさん女の人を作ったでしょ。お母さん、それでもじっと我慢してたんだよ。今度はお父さんが耐えなきゃならんよ。と祖父をたしなめ、ちゃんと、お母さんのお墓参りをして謝りなさいよ。と助言します。祖父は、わかった。そうする。と力なく答えました。それからというもの、祖父はこまめに、祖母のお墓参りをするようになりました。祖母の幽霊が出る頻度は減ったようですが、それでも何度か祖父の寝室に現れては、恨めしそうな目つきで祖父を眺めていたのだそうです。こうして祖父は、祖母の幽霊に悩まされ続けたまま余生を送り、私たちと顔を合わせては、はぁ、と深いため息をつきます。俺は、どうしたらいいんだ。これが晩年の祖父の口癖になっていました。今ではその祖父も亡くなりましたが、あまりにも薄情だった人間に対して、当然の報いだったのではないかと、私は感じています。入院中も亡くなった後も一度も顔を見せないって、なんだか珍しいような気もするけど、生きている間の無念と、死に際に見捨てられた怒り。これらが交錯した結果が、今回のストーリーだ。語り手さんのお母さんの言葉が刺さるね。確実に祖父を連れて行こうとする。凶悪なたたりへ変質してしまうとはな。お墓参りに行くようになったことで、少しは事態が良くなったように思うけど、さあ、どうなんだろうな。その視線に怯え続ける精神的リンチとも取れるぞ。亡くなってからじゃ遅いことがあるからね。みんなは、身近な人が元気なうちに、悔いのないように接しておいてね。たたりって、本当に怖いね。不誠実さだけじゃなくて、良かれと思ったことでも、しっぺ返しを受けることがあるなんて、相手が神仏であれ、自然であれ、身内であれ、犯した不義理の重さの分だけ、容赦なく跳ね返ってくるからな。気がつかないうちに私も何かしてないかな。同好会のみんなは大丈夫かな？不義理を働いていないか、振り返ってみてほしい。いいきっかけにはなったかも。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。